もう塗装できたっつったってお前次次これからエンジン乗せなきゃいけないじゃないかよ。そうだエンジン乗っけてよ頼むよ。じゃあよエンジンはヤシどこ持ってヤシヤシって鈴鹿じゃないの。鈴鹿鈴鹿いけないよそんなとこ。名チューナーだからよ。そこダメだよ。もっと近いとこにして。誰も持っていない自分だけのマシンを作りたくてヒラピーの門前にアキラが登場して早1年。数々のヘマをやらかしながらもマシンはようやく最後の大詰めパーツの組み付け。いよいよ助っ人も登場して86は走り出すのだろうか。ヒラピーアキラのワークボックス最終章組み立て編動くかな。ここ246だよこれ。ここだここ止まれ止まれお前。ああやじまってく何やってんのもう。ぶつかっちゃうよぶつかっちゃうよもう。ハンドル取れちゃったんだよお前。ついたよついた。どこについたのよ。ここ何これ何。 B レーシング。あさっき言ってたやつ。そうもうここでやるから。あ待ってくれダメだよもう。誰どうしたの。今井ちゃんね。どうしたの。当選。なんか当たったの。今井ちゃんビデオ見てんだからもうこっからの内容わかるでしょ。何をやるかは。もしかしてなあアキラな。当然ですよ。まああとここにちゃんと工具も用意したし。もうねあとはエンジンももう作ってあるしボディもこれ塗装上がったからあとはもう組み付けるだけ。乗せるだけ。今井ちゃん簡単大丈夫もう大丈逃がさないよ夫。もう今回は助っ人も呼んであるからちゃんと。本当に一般読者。こんにちは、山郷です。仕事は課題が愛車 S14 はドリフト仕様のコテコテ読者。大丈夫だよちゃんとしたメカニックだから。このマークを見ろこのマークなんだかわかるか。東京電力。てなわけでアキラにとっちゃ心強い助っ人たちだが今井ちゃんにとっては降って湧いた災難。このまま後ろに行くでしょ。あほら。デスビア当たっちゃうよこれ。使わないよ。つかないよ。これ101のエンジンだから。86はデスビがここについてるから。これにいたよね。 101はここにいるから当然切ってつかない。この辺だからね。当たるのがね。これにちょっとワンパンくれましょそんな時のためのナッツ。ご覧の通りここちょ待って違うって違う。なんでよ。もっとソフトに行こうよソフトに。ああさあ何やってんの。う。大丈夫だよこれ GT じゃないんだからバルクヘッド加工したって別に平気だよ。ダメだな。レギュレーションないんだから。ある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 。街乗りにはレギュレーションないですからあり。はいハンマおいおいこの野郎。おめえなんつうことすんだよ。マックツールの使い方違うよ。だってマックツールって書いてあるじゃん。使い方違う。なんつう使い方してんだよ。これ早く乗っけないとダメだよ。隙を見せるとすぐ自分流のやり方をご披露するアキラ。荒くれ作業も交えながら次々とパーツを組み付けていくのでした。スライディングハンマーと言いまして、このドライブシャフトを抜くときにしっかり締めておきます。そしてですねこれをスライドさせます。でこれでドライブシャフトを抜きます。デフ交換にはあると便利、しかも妙に楽しいです。おじさん見てよこれ。何これ。素晴らしいでしょ。お前この車をこの要はビデオを見て、みんな真似して車作ってんだから、一部始終俺全部きちんと説明してあげないとダメなんだよ読者の皆さんに。説明してあげて。ポンプどれがよ。吸って吐いて吸って吐いてどれかよ。ポンプ。全然分かってないねこれもう理解してないこのシステム自体を。まあ一応簡単に説明しますとですねこの下にまず燃料タンクが入ってます。でその燃料タンクの中にインタンクポンプが1つ入っていてこれをまず、タンクから吸い上げた燃料をまずこのコレクタータンクこれに溜めます。常にここに燃料がですから溜まってます。でここに溜めることによってそのコーナリング中偏ったりガソリンが減っちゃった時でもエンジンがばらつかない要は燃料がきちんとくるようなレイアウトにこれはなってます。でこのコレクタータンクから、フュエルフィルターここでカスを取ってポンプを回してエンジンに行くと。でここはこれはもうボッシュの高圧ポンプですから、かなり燃圧は高くなります。でなぜ高いかっていうとエンジン側が、5キロの燃圧で動くような設定になってますからノーマルのポンプ関係ではちょっと燃圧が足りない当然流量も足りなくなるんで、こういう形のものをつけてるそういうことですから。チューニングカーみたいじゃないですか。これもうレーシングカーだよ。かっこいいでしょ。
バッテリーだってもういいバッテリーさっきも言っついてるしたじゃないのお前。このビデオを見てみんな真似して作ってんだから全部説明してあげないと。後ろのポンプ周りこれエンジン、タコ足、バッテリー、ラジエーター、オイルクーラー。見てこれがすごいんだ。これフォーミュラトヨタのこのオイルタンク、これ水筒水筒。まあということでですね、こいつはまたまた何にも分かっておりませんということで一応説明をしたいと思います。とりあえずこのエンジンはドライ散布仕様、グループ A 仕様になってますから、オイルパンがないです。オイルパンがないために、ここに別端でオイルタンクをつけてオイルの容量をここで稼ぐ。でここで溜まっているオイルをそこにあるオイルポンプでエンジンの中に供給して油圧を確保する、これがシステムですね。システム。で一応エンジンがですね、なんとこれリジットになってですね、G とマウントがもうこれエンジン動かないです。動かないと。動かないです。なんでですか？これはね、心地よい振動がビーってくるように作ったんだ。ただ単にマウントが面倒くさかったと。だからこれが一番早いと。こうすることによってエンジンが動かないということは、その車自体の荷重移動がないから足回りがリニアになる。リニアになる。よりダイレクトに伝わるためにこれをリジットにした。だけ本当どですか？リジットにすることによっていろんなところネジが緩んだり割れてきたり。微振動がブルルルルってくるからね、それが大変なんですよこの辺が。ね。でね、もう一つね重要なポイントがあります。例えばこの見えますか、この字オール未固定って書いてありますね。よくこういうふうに車を全部ばらしてしまって、仮組っていう形で組んでしまうとネジを締め忘れ、そういうのがありますからね。こういうふうに書いとけば、この部分は何にも締まってないんだなっていうのが分かりますから、これで走り始めた時でも足が取れちゃったとかそういうことがなくなりますから、この辺も重要ですよ。リアはね、今井ちゃんスペシャルがついてるんですよ。リア今井ちゃんスペシャル。今井ちゃんスペシャル。今井ちゃんスペシャル止まらないかわからない。まっすぐだけはとりあえず走る。なるほどね。ちょっと色あせてるような気がするんだけど、今井ちゃんが使い込んじゃってるんですよ。ちょっと今井ちゃんが使い込んだものを使ってる。使ってるんです。これでもどう見ても日産って書いてあるから、これこれ GTR かなんかのキャリパーじゃないの？日産ディーゼルだから UD ですよ。 UD もうこれ3D の GTR です。メルセデスに吸収されちゃったから、もう今度ベンツのマークが入るのこれに。ここにね。でこの足回りに合わせて使うタイヤホイールがエイズエイズはまずいでしょ。レイズですよ。レイズ。僕もレースで使ってますから。これ T37 っていうね、今流行りの単造の軽量ホイール。そして使うタイヤはアドバン。アバドンアボカドじゃないんだから。アバドンネオバ。アドバン。ネオバですね。ネオバ。このパターン。このタイヤ好きなんですよ。よくこのちっこいサイズあったじゃんこれ。ねえ。メーター歩いたらもう全部このメーター一つで済みますから、もうこのシンプルイズベストでこれでもう OK です。そうさ、どこ行くの？どういうの？俺からうちの部品庫よ。部品庫行くんだよ。どこまで行くんだよ？うちの流通センター。TRD じゃないだろうね。違うよお前、レーシングカー作るにはちょっとそこ行かないとね始まんないのよ。いいとこよ。疲れてきたよもう。というわけでやってきたのは在庫豊富で何でも揃い、どこの町にも1軒はあるヒラピーの倉庫。なぜか欲しいものが次から次へと、ついつい予定外のものまで必要になってしまう楽しいところだ。アキラも靴積みの色を選んでいて、なかなか本題のパーツにたどり着かない。ありそうでなさそうだ。これもちっこいの。ヒラピー曰く手作りマシンには愛着のあるパーツが選びどころだと。つける。こんなんでいきましたけど。先生何点？それマイナス5点。一応ですね、この下回り見ていただいて、これがエキゾースト。本当であれば後ろに行くんだけど、なぜか横に出てるんですね。横にね。これはなかなか千葉っぽいですね。とりあえずあるパーツは全て取り付け完了。いよいよ各部のチェックだす。今ここに問題が起きてる。何を？ねえ、なんかガソリン入れてるそばから下から持ってるってことない？なんで？いや、そこ扇風機あるからさ、余計に読んで。ガソリン持ってんの？でもさ、ボンネットが開かない事態が起きちゃってるんだよ。行きます。これも弱いみたい。
あ、ダメダメダメ。なんでなんで？なんでこんなとこアースしてんの？わかんねえ。手作り配線にはよくあることです。回します。はい。いいよいいよ、上がってきたよ。はい。オッケー。じゃあ火入れてみる？入れてみましょうよ。あ、ポンプ回していい？で、燃料漏れは OK ですよね。うん、こっちは見てます。燃料 OK です。こっちは燃料 OK ですよ。コンピューター刺さってるよね。いいよ。いい、回します。いいよ。ダメだな。してないね。どうも配線間違いでインジェクターがトンチンカンに動いてたみたい。アースがね、あ、それはバッテリーバッテリーアースで取れてるんですよ、マイナスで。2番です。 2。 3です。4です。プラグは入ってる。オッケーオッケでも来てないよね。来た。来る。ー。アクセル入れて。来る。来い。やっとかかったよ、手作りエンジン。アキラはもう喜んでるが、ヒラピーの顔はまだ真剣。エンジンスタート直後の冷却水循環が OK ならば、さあ出来上がり。いや、長かったな。いいじゃない。かかったじゃんね。ねえ。もしかするとこれ走るよ多分ね。嬉しそうな顔、この二人。こんな顔は一年に一度だよ、こんな涙目。ね。レースは仕事でしてるけど、こういうのってほら自分の本当にやりたいことの一環でやってるでしょ。だから喜びも等しいようですよね。おお、動いた動いた。これはいいや。今井ちゃん、ついにできたよ。動いちゃったよ。まあ、ということでですね、この企画ももう1年ちょい、はいまあ約393日間頑張りましたけども、こそ1日、こそ一こそ1日、たった1日からもう1年以上かかってやっと出来上がりました。もう86企画はこれで一旦終わり、終了、一旦これで終了です。終了ですか。はい。そして、今度はせっかく作った車なんだから、まあ最高速あり04あり峠ありドリフトあり、あと大黒ありみたいな感じでちょっとね、ビシバシバシッと新企画で。新企画、新コーナーがこれから始まりますんで、乞うご期待。まだまだこれからですよ。この苦しみを。涙目のアキラが涙目、もうエンジンかかったよってまだまだ泣かしてやりますよ、この親父2人を。